消えゆく町中華なんで、そこを灯すために町中華がねこれから盛り上がるようにはしていこうと思ってます。お願いします。天津飯が美味しい。あっさりして食べやすいかな。美味しい。来てよかった。これは何のお肉ですか？これ鶏ガラです。スープの出汁とかに使えるんですか？はい。スープは毎日新しく作られてる。はい、そうです。昼の営業と、夜の営業も毎日のから昼と夜も変えてるんですか？はい、そうです。そういうアクの部分を取ってきれいにちゃんと掃除してから入れます。これお米を自動で溶いてくれるんですか？そうですね、この水圧ね。仕込みはだいたい朝何時ぐらいから始められるんですか？10時ぐらいに来てねとは言ってるけど、やっぱ仕込みが大量の時やったらたまに6時台に来る子もおるけど、前日がすごい忙しかったりして当日の分がもう一切空っぽの時とかやったらもうめっちゃ早く来て仕込んでますね。ただみんな仕込みのスタッフも何人かおるんやけど、みんな入ったらもう逆に身動きできへんから、1人とか2人でさささってやる感じ。結構手作りの調味料が多いから一個一個作っていくのが大変で、それで補われへん分はまた近くにもう1店舗仕込み専用の店舗があるんだけど、そこで餃子仕込んだり、そこでもタレとかソース仕込んだりして、ちょっと厨房がちっちゃくて、最初もともと自分がワンオペでやるような作りをしたから、今はもう3人ぐらいで回してる。いろいろメニューがあると思うんですけど、一番人気のメニューって何がいいですか？数で出るんやったら今も餃子は大体、8割ぐらいの人は頼んでくれますよね。お客さんもお若い子からお年寄りまでいろんな人たちが来てくれるから、その人たちに合わせていろんなメニューがあるんですけど、その中でも焼き飯は人気ですし、まんべんなく出るっていう感じ。ただ焼き飯と餃子とか唐揚げ特に人気です。唐揚げもこの量の唐揚げは1日とかでなくなる感じですか？そうですね。もうこれは昼ぐらいでなくなります。こだわってる商品だとかタレだとか、そういうのって何がこだわってる？例えば焼き飯やっ
ただまあ普通やったらもう調味料入れて大体仕上げるんですけど、じゃあもう焼き飯用のタレをまたプラス作ってて、そのタレにはやっぱちょっと昆布とかニンニクとかうまみがあるようなものを入れてタレ作ってたり、まあもうラーメンからよだれ鶏とか油淋鶏とかエビチリもそうですし、オムライスのタレとかももう全部こう合わせて味のブレを最小限にするためにタレをここ何年かぐらい前から調整してきましたね。一旦途中まで作っておく感じ。あ、そうです。全席タッチパネルでやられてるんです。そうです。朝一タブレット立ち上げてます。スープの出汁のメインは鶏ガラですか？この鶏ガラとで料理仕込んだ時に出るキャベツの芯、あと、まあ、毎日焼き豚変えてるから豚肩ロースが入ってます。であとはまあその時出た、まあ、人参とか玉ねぎのトマトで絶対これが何グラムとかっていうのが決まってないんで、ちょっともうずっとそれの鶏ガラスープ取ってるんで味付けで決めてる感じ。今後の、まあ、目標とかお店をどうしていきたいとかそういうのございますか？自分のお店を店舗展開したりとかっていうのは全くなくて、町中華をできる人材を育成したいっていうのがあるんで、そういう子たちをこれから受け入れる体制を整えて、未経験の子たちでもここで学べば町中華はできるよっていうことをしていきたいです。その子たちが店やるのに、独立の支援も手伝えたらなと思ってるから、その時にどういうふうにやるか、のれん分けでやるのか、これから閉業する町中華の30年40年50年やってるお店をそのままその後を事業継承したいんで、新しくお店作るっていうのをあんまり考えてなくて、どっちかといえば消えゆく町中華なんで、そこを灯すために
もう引退するからって言ったら、あ、そこ僕たちにやらせてくださいと。そのままほんだらその地域のお客さんが必ず喜んでくれると思うんで、そこに入るスタッフを僕が育てないと、僕があっちもこっちも入れるわけじゃないんで、そういう子たちを一人ずつ育てていって、でその町にある中華屋さんを営業させずに餅の明かりを灯していくっていうのが今僕の目標であったり、そういう活動もちょっとずつやってるんで、業態転換とかラーメン屋さんとか居酒屋さんとか、いろんな業態がしんどいなっていう時に町中華のメニュー入れますか、町中華のメニュー覚えたいとかっていう方もこれから多分増えてくると思うんで、そういう風に業態転換のお手伝いもできたらなって思ってます。町中華がねこれから盛り上がるようにはしていこうと思ってます。町中華で一流になる人間として一番大事なことって何だと思いますか？中華鍋がもう一番やと思うんで、一番最初に教えるんやったら多分焼き飯の作り方、鍋の振り方、扱い方、調味料入れるタイミングとか、そんなんを教えて覚えてもらって、でそれがもう基礎基本になってくると思うんで、それができたら野菜炒めとかある程度のものは何でも作れますし、あんかけ系のね片栗の打ち方も教えたら、町中華のメニューやったらもう大体それぐらい鍋については、あとはもう揚げ物とか餃子とか、麺類を教えたら大体できると思うんですよ。ただすぐに誰でもできるかって言ったら、すぐに誰でもできないからまた価値があると思うんで、そこを1年でも2年でも3年でも一緒に学んで、技術をつけてもらって自分でお店開業してくれたりしたら一番理想の形ですかね。その時にあそこの店営業するから僕たちやりますとかっていう循環を作っていけたらいいなと思ってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも通り、元気よく笑顔でやってもらい、何よりもお客様第一ということで、いつもの感じましたで、営業を行動していただいたらいいかなと思います。今日も一日よろしくお願いします。はい。じゃあ、エンジンいきます。はいよ。はい。じゃあ、今日も一日よろしくお願いします。代表。どうぞ。山本さん、店長。お願いします。お願いします。様、カウンターどうぞ。よー。はいよ。はい、カレー焼き上がります。
はい卵いきますよいお待たせすみませんごめんなさいよはいよお船のこの天津飯が美味しいです。はいよはいよ焼き飯が2。単品の四川6番さん。そば定食ライスのお願いします。月飯大です。はいよそば店6番いきますはい、お願いします。したら酢豚いって3つです。豚をいただきます乾いた麺1個よここも酢豚はいよ大丈夫です。オムライス最後のこれはいオムライスいきますよい天津飯どうだけはいオム
はい、餃子に。はい、オムライスお願いします。3番さんで。はい。これでおしく豚定食、唐揚げ定食、餃子1。中華ポラみたいな。はい、今俺でした。さっき15と5でいきます。はいよ。妻のタメは長女のルナちゃんに道路防災さん保護責任者遺棄致死の罪に問われてこちらの餃子は他の餃子とどう違うとかってございますか？がっつり食べやすい感じ。車内から崩れた土砂がおよそ10メートルに先ですとか。これ2番サイトでしたね。はい、餃子に。ライスチェお願いします。豚定食。唐揚げと焼き飯のセットで。お願いします。焼き飯、唐揚げ、お疲れです。はいよ、じゃあちょっと。何がはい。はい、ごめんなさい。はいよ。はいよ。はい、はい、お願いします。卵あんかけ焼き飯、職場の人が教えてくれて、美味しい。来てよかった。味出して。これ。唐揚げいきます。はい。はい、どんぶりです。
ます。トリプル3匹です。はい、12でお願いします。はい、戻します。よっ、はい、はいよ。いいです。はいよ。少なめです。はいよ。はい、お願いします。また後で。卵焼き。まあ、6番テーブル。よいしょ。ライス中、お願いします。はい、お手半。よっ。これ6番で。よ。今これで8上がり。はい、先1個。できたよ。はい、おそば行きます。11です。どうぞ。お願いします。はい、餃子っていきます。それはもう